皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。私はいつも iPad を使ってイラストを描きますが、今回はこの猫ちゃんを描きました。このイラストはある特別な手法で描かれています。それはグリザイユ画法といって、色塗りがとっても簡単に早くできる手法です。それは一体何なのか、詳しく解説します。そして今回使ったペンがこれ。随分見た目が変わっていますね。そう、Apple Pencil じゃないペンで描きました。このペン、価格は Apple Pencil の4分の1程度なのに、とっても優秀なペンなんです。今回はまず、この変わった iPad 用ペンについて紹介。どんなペンなのか、見た目や機能、使用した感じをレビューします。そして実際にこのペンを使って猫ちゃんを描く様子を紹介します。グリザイユ画法とは何なのか、どうやって描くのか、詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。ではこのペンについて、メタペンの D1 という iPad 用スタイラスペンです。まず形がユニークですね。指でホールドする部分全体がラバーになっていて、とても持ちやすいです。重心もペン先にある感じですね。この部分にボタンが1つとインジゲーターがあります。あとはここにタイプ C の充電口があるだけです。ペン先は取り替え式になっていて、予備も付属しています。Apple Pencil 2と比べて、長さはほぼ同じ。太さは少し太めです。この D1 の方が少しだけ重い感じがします。では書いてみましょう。Adobe Fresco で書いてみます。今はまだ何も書けませんが、セッティングはとっても簡単。このスイッチを1回押すだけ。それだけで書くことができます。では鉛筆から。とってもスムーズですね。途中で途切れたり、遅延したりすることはありません。ペンの角度もしっかりと感知します。ただし、このペンには筆圧感知はありません。ペンの流量、インクが出る量を下げて、重ねて書くことでグラデーション表現ができます。水彩ブラシも流量の調整でこのように表現することができます。私は普段 Apple Pencil を使っていますが、筆圧を必要としない書き方ならば何ら遜色はないと思います。今は Bluetooth 接続せずにボタン操作だけで接続していますが、Bluetooth 接続をすると様々な機能にアクセスできます。電源残量表示ができたり、専用アプリでボタンの機能を選ぶことができるようになります。アプリではどんなことができるのでしょうか。ボタンは1クリック、2クリック、3クリックがあります。それぞれのクリックに対して機能を割り当てることができます。これらがそのペンが対応しているアプリ。対応したいアプリがない場合は一般で設定できます。その他にもペン先の種類を変えた時のタッチ調整もできるようですね。ではこの D1 で猫ちゃんの絵を描いていきましょう。まずは下書きから。ブラシは鉛筆、流量を少し下げて描いています。ペンのグリップ感がいいですね。この D1 ですが、全体は少し太めになっていて、指でホールドする部分が少し盛り上がっています。また、持つ部分は少し硬めのラバーになっているので、指をしっかりと固定できます。余計な力をかけることなく書き進めることができます。次に線画です。ブラシは細線 JP、ピクセルブラシの J クリエイターにあります。こんな感じで細切れの線で描いていきます。今回、グリザイユ画法というものを使います。簡単に説明すると、グレースケールで絵を描いて、最後に着色をするというものです。例えると、鉛筆デッサンをした上から水彩絵の具で着彩するというイメージでしょうか。なので、まずはグレースケールで絵全体を描いていきます。背景の下塗り。
ブラシはハード円不透明。次に別レイヤーに猫ちゃん本体をグレースケールで塗っていきます。ここでもブラシはハード円、グレースケールの参考写真を見ながら、色の切り替わり部分、明度を決めて塗っています。一度全体が塗れました。次に色の境目をぼやかしていきます。ブラシはソフト円不透明。エアブラシのような効果ですね。流量をかなり絞って重ねるように塗っていきます。硬いベタ塗りのブラシではできない柔らかい陰影も描いていきます。では書き込みをしていきます。ブラシは鉛筆。この時のブラシの流量は20から 25% です。このように少ない流量で重ねるように書くことで筆圧感知機能がないことを補います。参考写真をよく見ながら毛の一本一本を重ねるように描いていきます。ここでグリザイユ画法の詳しい説明です。先ほどもお話しした通り、グリザイユ画法とはグレースケールで絵の明暗を描き上げ、最後に着色をするという手法です。特徴は着色に時間をかけることなく、濃厚な厚塗りの絵が描けるというもの。これは目で見る色に関係しています。色はすべて色相、彩度、明度で構成されています。色相とは色味のこと、赤や青、黄色ということです。彩度は色の鮮やかさのこと、色が鮮やか、くすんでいるということです。明度は明るさのこと、明るい、暗いということです。フルカラーの絵を描く場合、この3つを同時に考えながら色を塗らなくてはなりません。それは結構難しいことです。特に厚塗りの絵や私が描くようなリアルな絵においてはかなり難易度が高いと言えます。そこでこのグリザイユ画法。最初にグレースケールで絵を描くということは明度だけ先に作ってしまうということです。まずは明度を作ることに集中。そして着色の時は色相と彩度を考える。このように作業を分けることで効率的に絵を仕上げる。これがグリザイユ画法です。今実際にグレースケールの絵を描いていますが、スピードはとても速いですね。色相や彩度のことを考えなくていいので、素早く描けて絵を描く負担もかなり低いです。加えてこのメタペン D1 も作業の負担軽減につながっていると思います。特に今回の絵はひたすら毛を描いていく作業なので、手にかかる負担はとても大きいです。D1 はグリップがしっかりしているので、あまり指当てに力を入れる必要がありません。とても助かります。グレースケールの絵ができました。では色を塗っていきましょう。まずは着色をするための設定です。最初に背景から色を塗ります。背景レイヤーの上に新しいレイヤーを作り、そのレイヤーの描画モードをオーバーレイにします。ブラシは水彩ウォッシュソフト。形がはっきりと出ないブラシを選びます。色はこのくらい。このようにさっと色を塗るだけで一気にフルカラーの絵が現れます。次に猫ちゃん本体。新しいレイヤーを作ってクリッピングします。これでこのレイヤーに描いても猫ちゃんの外側にはみ出しません。このレイヤーの描画モードをオーバーレイにします。色はこのくらいから塗り始めます。どうでしょうか？何色か塗っただけで随分雰囲気が出てきました。では色を塗り込んでいきます。一旦できました。着色を始めてからここまで20分くらいです。これは相当早いですよ。こんなに早く色がつくのは本当にすごい。最後に新しいレイヤーを作ってハイライトや細かい書き込みをしていきます。やはりどうしてもグレースケールだけでは読み切れない情報もあります。そういった細かな書き込みを最後にすることで絵の奥行きを作ります。ということで絵ができました。今回はグリザイユ画法の紹介とともにメタペン D1 の使用感をお伝えしました。このペン、やっぱり疲れにくいですね。指、手のひら、腕、肩への負担がとても少ないと感じました。私は普段 Apple Pencil を使っていますが、長時間使っていると指から腕全体がとても疲れます。筆圧の問題もあると思いますが、
細いものをずっと握りしめているので当然ですね。この D1 はグリップのホールド感がとてもいいので疲れ方が全く違うという印象です。値段も安いのでコスパもとてもいいと思います。特に長時間ペンを握る方にはおすすめですよ。もしこの動画が良かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。